野菜スープを続けるためのセブンルール。皆さんこんにちは。野菜スープは健康効果が大きいと思うのですが、続けにくいのも確かです。でも長く続けないと意味がないのです。薬ではないので、すぐ効果が現れるものでもありません。逆に食生活の中に定着すると、確実にあなたなりの健康効果が実感していただけます。野菜スープは切って煮るだけなので、野菜料理の心配がなくなるし、あえて強気で言わせていただくと、あなたとあなたの大切な人の人生が楽しく幸せになると思います。私が野菜スープを作り続けるための工夫や考え方を某番組の真似をしてセブンルールにまとめてみました。一つ目のルールは、主体的に自分のこだわりを決めるです。情報は世の中にあふれています。健康に何がいいのか悪いのか、また気にするほどでもないのか、どっちやねんと思うことないですか？コメントで、無農薬で作っているのですかっていう質問をよく受けます。答えはいいえです。私はどちらかというと、地産地消、地元の野菜を買うようにしています。輸送のためのエネルギーの負荷が少ないし、地域の農業を応援したいからです。ご近所からご自分の畑で作られたお野菜をよくいただくのもとても嬉しいです。お野菜に穴がいっぱい開いていたら、虫も喜んで食べる美味しいお野菜なんだなと嬉しくなります。もちろん有機野菜、無農薬野菜大歓迎です。あなたが経済的に許されて良質な有機野菜が手に入るなら、ぜひそれで作っていただきたいと思います。健康効果のある野菜スープを作りたいけど、農薬使用の野菜で作ると皮も使うのでとても心配と思われる方も多いでしょう。そのお気持ち、とてもよくわかります。私は野菜を50度洗いしています。50度のお湯で洗ってしばらくつけます。農薬が落ちやすいですし、野菜がシャキッとし味も良くなります。温水器の温度設定を55度から60度にします。50度にすると冷めて野菜をつける温度が50度以下になってしまうからです。野菜によってつける時間は違いますので、下の説明欄に代表的な野菜のつける目安時間を載せておきますので見てくださいね。暑いので手袋などをして扱ってください。50度で洗って火が通らないのかと思う方もあるかもしれませんね。私も最初思いましたが、全然大丈夫なんです。注意点は、お湯を43度以下にすると雑菌が繁殖しやすくなるので気をつけてください。洗った野菜をすぐ使わないときは、水分をよく拭き取り、早めに冷蔵庫に入れましょう。日持ちも良くなります。メリット、デメリットを考え、あなたのこだわりを見つけて、健康効果のある野菜スープをぜひ続けていただきたいと思います。2つ目のルールは、ゴールから野菜スープを考えるです。ここで質問です。あなたはなぜ野菜スープを続けたいと思っていますか？そのゴールをはっきりさせると、とても続きやすいです。今より5キロ体重を減らして肌ツヤが良くなりたい。血糖値を下げて糖尿病予備軍から外れたい。などなど何でもいいのです。あなたの健康の理想の姿を思い浮かべてみてくださいね。がん患者さんの野菜スープの取り組みをお聞きしていると、皆さんとても真剣です。少しでもがんを退縮させたい。がんの転移を防ぎたい。一日でも長生きしたい。ゴールが明確だと取り組む熱量が違うように思います。私のゴールは先日の動画でもお伝えしたように、70代になっても不調を遠ざけて生き生きと楽しく暮らすです。欲を言えば、これ以上シワは増やしたくないかなと思っています。ぜひあなたのこれから5年後の理想の姿を思い浮かべ、その健康効果を楽しみながら続けていただきたいと思います。3つ目のルールは、自分の大切なことを優先するです。私が大切にしているのは味と抗酸化です。私の野菜だしを飲んで皆さんが美味しいって言ってくださいます。基本は 300g から 400g の野菜に1リットルの水なんですが、
私が作るものはかなり野菜をたくさん加えて味が濃いのです。無意識のうちにそうなってしまいました。愛情は濃すぎると時によっては疎ましがられますが、味の濃い野菜スープは美味しいし、ファイトケミカルもたくさん流れ出ていいことばかりです。野菜だしをベースにするポタージュは基本の野菜スープより一手間二手間多くかかりますが、口にした時の満足感は代え難いものです。野菜スープを作るとき、圧力鍋を使ってもいいですかとご質問も多いです。圧力鍋を使っておられる方多いんだなぁととても参考になりました。時短も大切な優先事項です。圧力鍋に懐疑的な専門家もおられるようなんですが、逆にビタミンなどの栄養素が壊れにくいという研究結果も多いです。あなたが圧力鍋に使い慣れておられて時短になり続けやすいなら、どんどん活用していただきたいというのが私の意見です。4つ目のルールは適当にやってみるです。主体的なこだわりを決め、ゴールをはっきりさせ、優先順位を考えたらもう怖いものはありません。こうしなければいけないとか、毎日続けなければダメだとか気にする必要もありません。久しぶりに飲んだ野菜スープの味は格別です。その美味しさを楽しみに、長らく作れない後もやめることはなく、ぜひ再開してくださいね。野菜スープは目に見えて健康効果が実感できるときは難なく作れるのですが、ある程度良くなってくると効果が停滞してきます。そこをうまくやり過ごすのが長続きのコツとも言えます。5番目のルールは大切な人のために作るです。多くの方に見ていただいた愛のスープは私の友人のエピソードです。再発率の高い膀胱がんのご主人のために友人が野菜スープを作り続けました。もう7年目になると思います。きっと今日も作っているでしょう。大切な人のために何かをするというのは大きな継続力になると思いませんか？今、野菜スープを作ってあげたくても作る大切な人がいないと思われた方もいるかもしれません。そんなことはありません。一番大切な人はあなた自身です。毎日仕事に明け暮れているあなた、私のようにパートナーに先立たれ1から10までお一人で頑張っているあなた、ひょっとしたらこのスープさえ飲めなくなったご家族を懸命に介護されている方もおられるかもしれません。ぜひ無理をしないで続けやすい方法で続けていただきたいと思います。具沢山の薄味のお味噌汁も立派な野菜スープですよ。6つ目のルールは野菜スープ仲間を作るです。私は一人でも多くの方に野菜スープに出会っていただきたいとこのチャンネルで発信しています。野菜スープを始めたとコメントをいただくととても嬉しい気持ちになります。野菜スープを勧めた知り合いが便秘が治りました、血圧が下がった、アレルギー性鼻炎のお薬がいらなくなったなど嬉しい報告をいただくと、もっと多くの方に知っていただきたいと力が入ります。これを見てくださっている皆さんがスープ仲間になってくださるととても嬉しいです。もし体調に良い変化があればぜひコメントをくださいね。野菜スープを続けている他の方々の大きな励みになると思うのです。私も作り方などでわからないなどの質問には許す限り丁寧にお答えしていくつもりです。7ルールの最後は野菜スープで幸せにです。私は朝起きてカラカラの体に一杯のレモン水を飲んだ後、ポタージュスープをいただくと、幸せやなぁと心の底から思えてきます。愛のスープの友人とその感覚わかると2人で盛り上がったこともあります。野菜スープを続けていると体の酸化も抑えられ、免疫力も整い、血の巡りも良くなって全体に体が生き生きとしてきます。食物繊維も自然と多く摂るようになり、善玉菌の餌になり、腸内環境が改善されると思います。腸内環境が良くなってくると、腸が幸せホルモンと呼ばれるセロトニンを増やすことも分かってきました。脳腸相関といって脳と腸は密接に関わっています。緊張したりストレスが多いとお腹が痛くなったりしますよね。あれです。逆に
腸に病原菌が増えると脳で不安感が増すとも言われています。セロトニンは脳を活発に働かせる物質です。これまでは脳だけに存在すると思われていたのですが、体内にある 90% がなんと腸などの消化管にあることが分かってきました。セロトニンが多く作られるとストレスの解消や精神の安定につながり、やる気や幸福感に大きく影響するようです。野菜スープで腸内環境を整え、セロトニンをしっかり脳に届け、幸せを感じていけたら嬉しいですね。今回私なりに7つのルールにまとめてみましたが、ぜひあなたも自分のルールを見つけてくださいね。ご一緒に野菜スープを続けてまいりましょう。皆さんの健康と幸せを願ってお役に立てるような情報をお伝えしていきたいと思いますので、どうぞこれからもよろしくお願いいたします。